管を尿道に入れるじゃないですか。尿道に入れた後にこれで尿道から外れないよ。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は排泄障害についてお話ししていきたいと思います。私の YouTube の動画で一番見られているのが排泄障害の動画なんですけども、トイレ感覚がわからないという障害になるので、おちっこ漏らす、うんぴ漏らすっていうことがあります。その漏らさないようにじゃあどうやって管理するのかっていうのもあるし、そのなかなか管理が難しくてお出かけできないんです、人前で漏らすの辛いですっていうような方々がたくさんいます。私自身も今でも漏らすっていうようなことがあったりするので、やはり歩けないということよりも漏らす方がめちゃくちゃ辛いです。なので、改めてね、今私の管理方法っていうのを教えていきたいと思います。やはりDM をたくさんいただくんですけども、当事者の方々から一番いただく内容としては、トイレ管理どうしてますかっていうような悩みが一番多いので、今7年8年近く経つ中で私のトイレ事情っていうのを改めてお話ししていきたいと思います。めちゃめちゃもっと細かくっていうのはやっぱり前の動画でもまとめてたってこう細分化されてたりするので、改めてね見返していただきたいなと思うんです。おちっこに関しては、私は膀胱がどうしてもちっちゃい、容量がね足りないそうなので、3時間に1回行くことが基本だけれども、結構紅茶とかお茶類好きで飲むけど、そういう利尿作用がある飲み物ほど1時間後に行かないと漏れてたりっていうのが結構あります。まずとりあえず自己導尿は、私使っているのはこちらですね、メラトンカテーテルというものを使っております。15センチのものの4ミリを使っております。中身はこんな感じのものですね。はい。で、この太さのものになります。こういうやつね。こんなくらいの短さのやつになりますね。はい、これを普段使ってます。で、一番初め、入院当初、そして退院までの時は、この使い捨てではなくて使い回しタイプ、1ヶ月に交換みたいな、サイズはほぼほぼ一緒なんですけど、基本的にはこう洗って戻してまた使うみたいなものを使ってたんです。なぜかというと、なんかかさばりそうだからっていう理由で、それにしてたんですよ。ただやっぱりそれの欠点はすぐ洗えない。トイレした後にそのカテーテルをどう扱っていいかわからないっていうところと、結構それを使ってた時にちょっと膀胱炎チックなのが結構なんかあったの。だからやっぱり不衛生だなって思って、使い捨てに変えました。ただじゃあかさばるのかっていう点に関しては、旅行さ2泊3日行くとしても、旅行の時はちょっとまた後でから話すけれど、仮に1日6回みたいな感じになります。このくらい持っとくかってなったら、もうこのままこうやって折るの。こうやって折って、でこれ100均のポーチです。もう7年8年、本当に怪我した時に一番初めに買ったこれ入れる用のカテーテルポーチ、もう穴開いてるし、これ一番初めて行った時の HCR のシールをもうここに貼ってるんだけど、でも全然壊れない。これにこんな感じで丸めて、今パンパンじゃない中でこんくらい、ちょうど6本だ、6本入ってます。こうやって入れて持ち歩いてます。これは私の車椅子のアンダーバッグに入れてるので、自分のこうバッグとかに入れるってことはないんだけど、でも仮にバッグに入れたとしてもこれくらいで持ち運べるっていうことが便利です。折れ曲がってても実際使えます。全然使えるので、私はこうやって折って、収納できるから、私はやっぱり使い捨てをおすすめしたいなと思います。でグリセリンみたいなのとか正常面とかを使いましょうっていう風に言われてると思います。一番初めは手をしっかり洗い、正常面でしっかり尿道口を拭いて、でグリセリン液みたいなこう滑るものをつけて入れましょうみたいな風になってると思うんですけど、
それはちょっとそれぞれ皆さんの状態によりけりだとは思うんですが、私はそういうの一切何もしてない。一番初めはさすがにしたけど、もう今は何にもしてないです。もうやる前に手も洗わないしやった後には手洗うけど、やる前には手も洗わないし、だってどうせいろんなところ触っちゃうしね、正常面で拭くっていうこともないし、そのグリセリン液みたいなのをつけるっていうこともありません。そうしなくても入るので、入るし、別にそこから感染症になったことは今のところないので、それはちょっと膀胱の強さ弱さがあると思うんです、感染症に関しては。なので、女性に関しては結構なくても入れれることができるんじゃないかなというふうに思います。はい、漏れるので普段尿取りパッドっていうものをつけてます。でその一番初めにつけたのがね結構厚めだったんですけど、今はこれちょっとね今回間違って買っちゃったけど、別にこれでも悪くない。このアテントさんのメーカーで、これ昔使ってたこれもアテント忘れた。このツルツル面と、ここがツルツルだけど、この青いところがこっちもそうだけど、ここはただのおむつの素材で、ここだけザラザラしてる。これはおむつに対して、敷く尿取りパッドなので、おむつとくっつくようにこういう風になってるんです。尿漏れシートってあるじゃないですか。尿漏れシートはこういう風にナプキンみたいにここが全面的に粘着面なんですよ。でもそれだと私足があんまり開けないので、つけようと思ってもこんな感じになっちゃうの。下着につけるときこんな感じでもくしゃくしゃになっちゃって、うまくセッティングすることができないっていう問題があったんですよ。なおかつだと容量がちょっと足りないかななんて思って、おむつ用のでもこれがね、綿のパンツ下着とかだとしっかりくっつく、しっかりっていうかちょうどいい感じでくっつくので、このタイプに今はしてます。でこれはね4回分くらいの容量があるのだから結構大きいと思うんですけど、4回分はいらないなと。 150cc くらい1回でだいたい尿の計算をしてるので、4回分ってなるともはや 600cc も出すわけないじゃん。その前にトイレ行くやんっていう話だから、やっぱこれはちょっとブカブカでダメでした。なのでこっちの2回分、300のところで今は収まってます。ただですね、やっぱり下着用ではなくおむつ用の尿取りパッドなので、どうしても横漏れをしちゃう時があるんです。ピタッてあまりにもくっつきすぎて。でもやっぱ見て、ここのさ、このギャザーの立ち方の違いわかる？これ4回分だけど、こっち多分昔のシリーズだったからかな、こっちは結構しっかりさ、このギャザーが立つんだよ。ほらでかいでしょ。だからこのタイプの方が意外と下着につけても横漏れしにくいなという勝手な思い。ちょっとチャレンジしてみてほしいんですけど、私は結構このタイプが今は好きになりました。これが今下着につけてるパターンですね。でも他にも普段は履かないけど、ちょっと何かあった時怖いな、ちょっと今日はやばいなみたいな時は、以前ね最近紹介したこのリハパンって言われてる、おむつでもないけどおむつタイプのもので、しかもこれは色付きのものになるので、これを履いて、でこれもねでも2回分なんで厚みは全然ないんですよ。心配になってる時は同じようにこれつけて履くこともあるけど、でも基本これでいってます。はい、これを履くこともあります。やっぱりリハパンだと横漏れはほぼないです。ちゃんとしっかり吸ってくれるので、本当に横漏れ気になるなっていう方はもう下着ではなくて、毎日リハパンは分かんないけど、毎日リハパンでもいいのかなって思います。またはちょっとでも割高になるけど、これは吸水ショーツってやつですね。これはでも1回分 150cc です。で他に、リハパンシリーズってことで以前も紹介しましたけど、ボクサータイプバージョンですね。なんかお股モコモコなるのが気になるみたいな感じがリハパンとかだとよくあるんですけど、太ももまでこれがあることによってあんまりモコモコ感が個人的には目立たないなって思います。こうはいです。こんな感じです。
でもやっぱり自己導入を毎回するの大変だみたいな人もいるんですよ。あとは例えば仕事とかしてたり、または長旅しますとか、どっか行きますって時にトイレが不安ですってあると思うんですけど、そんな時におすすめっていうか、このバルーンっていうカテーテルと、あとレッグバッグになります。これが私の大事なセットでございますが、そもそも寝る時っていうのが長時間やっぱトイレに、ゆっくり寝たいので行かないっていう風にするためには、バルーンっていうカテーテルを入れます。何かっていうと、さっき見せた使い捨てのバルーンではなく、これは使い回しの方ですけど、この管を尿道に入れるじゃないですか。尿道に入れた後にここにこのスポイトがあるんですけど、これに本当はこう水を入れるんです。で、水を入れることによってここがこう膨らむんですよ。水入れてなくても膨らんでるけどでもこれで尿道から外れないよっていうような、仕組みのカテーテルになります。多くの人は結構長めの車椅子に引っ掛けるような長いタイプのおしっこバッグを使ってる人が多いかなと思うんですけど、私は寝る時ももうこれを使ってます。太ももの横、同じ高さの位置にただポンって置いてるだけで寝てます。よく膀胱より下に下げないとおしっこ流れないよなんて言われてたりするので、皆さんこうベッドの下とかにかけたりするんですけど、そんなことしなくてもおしっこは流れていきますので私はずっともう長いやつ1リットルとか溜まるやつはもう持ってません。もう基本的にこの 600ml のこのレッグバッグで夜も、ずっと過ごしてます。で、実際には、お出かけする時もそうですけど、別にお出かけする時じゃなくても、別に自己導入めんどくさいなって思う時があるわけですよ。3時間ずつ1回ずつこうトイレに行くとかっていうことがめんどくさい時は、結構私はもうレッグバッグつけっぱの時が多かったりします。リハビリする時はさすがに取るけど、それ以外今日一日家だなみたいな時とかも朝起きてそのままレッグバッグつけたまま夜お風呂入るまでそのままっていう時もあるし、なんかちょっとお出かけする、ご飯食べに行くっていう時も、その先のトイレが心配めんどくさいっていう時はもうレッグバッグつけて行ったりします。その方が仮に車椅子トイレがなかったとしても頑張ってこう便器にズボンからこう出して届いて捨てれるっていうこともあるし、またはペットボトルとかに開けてトイレに捨てれるっていうこともあるし、なんか時と場合と場所によってはちょっとだけ男子トイレをお借りして、男子トイレってタッチションスペースがあるから、個室スペースじゃないところがあるから、そのタッチションスペースのところに捨てさせてもらってっていうこともあります。結構便利だなって個人的には思ってます。じゃあこれも今この短さしかないんですが、本来はもっと長い管があります。レッグバッグっていうのも設置する場所っていうのはだいたいふくらはぎとか、車椅子の人はね、さっき言った膀胱より下につけましょうっていうのでふくらはぎにつけましょうねなんていう風に言われてたりするんですが、そんなことすると足がねすぐパンパンになるというかふくらはぎの太さと尿が溜まってこれが膨らむとすごい変な感じになるんです。私捨てる時も大変だし、私はだからこれを太ももに設置するようにしてます。で、これに付属の紐ベルトがついてるんだけど、私はベルトをするとどうしても足がむくんだ時にきつくて辛くて嫌な感じがするので、今ね上はこんなシャツなんだけど下はこういう風にスパッツを今履いてます。はい、スパッツ、これをスパッツ履いて、カテーテル刺したとするじゃん。このスパッツの中にこうやって入れるの、上にズボン履いてこうやって入れて、ちょうどこの太もものライン、ここからこんにちはっつってこういう感じでセッティングをします。このカテーテルは中に入れるとしてね、こういう感じでセッティングして太ももで尿を溜めていくって感じです。で、注意点としてはここがどうしても短い距離感になるので、ちょっと私はお腹が出てる分お腹で折っちゃったりとか管が折れてたりっていうところが
あります。なのでそこの管が折れちゃうと漏れちゃったりするので、折れないようにしっかりこう自分で定期的に、私はズボンの中をこうやって縁触りながら、折れてないなみたいなことを確認しながらセッティングします。つけてる感じは別撮りで撮ってますけど、こんな感じでズボンの上からは全然わかんないし、ちょっとボワっとしたね大きいパンツを履いてれば尿がいっぱい溜まってきても全然わかるっていうことがありません。レギンスとかそういうの履いちゃうとちょっと溜まっただけでちょっと太さが出ちゃうけど、でも全然分かりにくいかなと思います。種類としてもレッグバッグって2パターンくらいあるんですけど、私はこのコロプラストさんの600のこの線が入ってるやつ、線が入ってないバージョンもあるので、線が入ってるやつバージョンで自分のさっき見た太ももの長さとお股の距離感をこう見て、ここの筒を切ってっていうことを自分でセッティングしてます。はい、コロプラストさんのこれは、自費でも買えるし、市町村、自治体によっては収尿器という名前で補助が出て、補助金を1年に1回使って、それで買えるところもあったりするので、自治体のところに調べてみてください。私結構持たせる。臭くなったらすぐ捨てるけど、このカテーテルの中にね、こっからビューって石鹸入れて、ここの中こうシュッてしっかり洗って、なんならダメだと思うけど、もうそれは自己責任だけどワイドハイターとかにつけちゃったりもします。で、こっちにも液入れてしまいましょうねってあるけど、私はもうこんなのも使ってない。普通に洗ったら洗面台のところにこうやって干しておいてっていうのをやってます。で、こっちももう臭くなったりしたらすぐ捨てるけど、臭くならないように基本的に毎日石鹸をこの中に入れてバーって振って洗うか、この中にさっき言ったハイターかまたはワイドハイターを入れてこうつけておくと結構匂いが取れて長持ちするんですよ。だから結構その1年以内に10枚使い切る、10枚入り1箱だったとしたら10枚使い切るってことは全然なくて、次の年度にこう繰り越しで、こっちも1ヶ月に1回とか泌尿器に買いに行くけど、1ヶ月に1回買いに行かなくても余ってたりする。今も在庫結構ある。福岡にもあるし山形にも在庫あるくらい結構長持ちさせちゃう。貧乏症だからさ。でもそれでも私は膀胱炎になってないので、そこは皆さんの膀胱と相談しながら、清潔第一ね。あと私はもう清潔もそうだけど、やっぱり匂いカテーテルの匂いってどうしてもするので、私は結構それに気をつけて臭くならないようにするし、臭くなったなって思ったらもう捨ててます。はい。どうしても自己導尿をしたいっていう人に関しては、このベオーバっていう薬があります。過活動膀胱治療剤っていうのの薬なので、こちら服用してもいいかなって思います。私は実際これ服用したからめっちゃ変わったかどうかがいまいち分かんなかったので、最近は飲んでません。でも毎日飲んでるってわけじゃなく、たまに飲んだらなんか効果あるかなみたいな感じでバルーンつけてない時にやったりしますけど、それも一回試してみるのはいいかなと思います。例えば横漏れしちゃいましたとか、うまくパッドがついてなくて車椅子に浸透しちゃいましたっていう人も多分いなくはないと思うんです。でもそうならないように、例えばこれロホクッションですけど、私は今スティームライトを使ってますが、カバーを開けて、カバーのクッションの裏ですね、上の方じゃなくて裏の方にこのペットシーツね、小型犬用のペットシーツをこういう風に挟んで入れ込んで、カバーとクッションの間にこうやって入れてあげるの。もし尿が漏れましたで、おしっこがこうクッションに浸透しました。そしたらまた今度本当は下から垂れてくるじゃん、本来だったらね。でもこの防水シートがあることによって下には落ちないので、被害はこのクッションと自分だけになります。なので車椅子本体がおしっこかかるっていうこともないし、その下にポタポタポタみたいな、地面にポタポタみたいな感じになることがないので、一応他人にはバレないっていう状況ですね。便利かなって思います。またはうんち漏らしちゃったなとかっていう時に、これをうまく
予備でまた使うことができるなんていうこともあったりするんです。持ち物としてね。クッションの上に敷いちゃうと、クッション汚したくないからって上に敷いちゃうと、そのクッションの本来の役目っていうのを殺しちゃうので、下に敷くのも絶対いいかって言われたらちょっと微妙ではあるが、上に敷くよりは下に敷く方がいいです。はい。ちょっと長くなってますが、旅行行く時どうしてますかって言われます。ベッドにおねしょをしたらどうしようみたいなことを言われるんですが、同じようにさっきの小型犬用のやつも使ったりしますが、でも布団の場合はこちら大型犬用のペットシーツを持ち歩いて、ホテルのベッドに敷いてます。畳むとこんくらい一応薄くはなるので、全然そんなかさばらない。こんくらいね。で軽いし、でもし汚してしまったら、ビニール袋に入れて私は捨てて帰ってきますけど、そういう感じのものなので、基本的にホテル行って寝るときは必ずこれを敷くように、何もなかったとしてもこれを敷くようにします。やっぱり敷かないで汚してしまった時が何回かあったの。もうシーツひっぺがしてさ、一人なんだけどお風呂場で頑張ってって洗って、また頑張ってこうドライヤーとかタオルとかエアコンとかで乾かして、また自分でシーツ戻してみたいなことをしたことがあります。なのでやっぱ過信せず汚さないように準備しておくってことが必要かなって思いました。で、便に関してはアナルプラグさんもなくなっちゃってどうしようっていう時があるんですけど、イリボーっていうこの薬と、あとはストッパー、普段市販薬で売ってるストッパーですねを駆使して今はなんとかやってるかなって感じです。他にも、コロプラストさんから出てる環腸療法というか、水を大腸の中にいっぱい全部入れて、で全部出すみたいな感じの道具があります。出してると思うんですけどね。それは軽損の人とかでも手は使えない、自分で摘便できないみたいな感じの人とか、便秘の人とかが使って、過敏性の人も使ってみて結構良かったよって言ってました。やっぱり自分で摘便してほじほじすると結構痔になったりするので、それよりはお水をバーって入れて出す方が体への負担っていうのはもしかしたら少ないんじゃないかなと、個人的なね意見ですけどあります。扱ってるところは少ないとは言いますが、便に関して便秘で悩んでるとか下しすぎて悩んでるっていう人はコロプラストさんのやつも試してみるのもいいかなと思います。もう本当に何でもかんでも一旦試して自分の体がどういうリズム、尿もそうだし何を飲んだらすぐ出るのかとか、尿がね、私は本当にお茶系飲んだら絶対すぐトイレに行くとか、お昼食べたら1回すぐ行くとかっていうことをやってますけど、そういう自分のリズムっていうのを作って、で食べ物に関してもこれ食べたら下すな、これをこれくらいは食べれるけどこれ以上は食べたらダメだなっていうのも本当にトライアンドエラーしかないと思います。それを繰り返してやっと自分のペースがつかめてるなって思うので、本当に失敗してもいい環境を家の中で作ってやるっていうのも必要なことだと個人的には思ってます。本来であれば感覚が分かって感覚が分かるからトイレに行く、我慢できるから漏らさないっていうような行為をできないその排泄障害、そんな中でもある程度管理して過ごしていけてるって本当はすごいことなんだよっていうのを皆さん感じていただいて、やっぱりもうちょっと外に出るっていうこの勇気をね出してほしいな、うまく管理をして、いろんなところに出かけてってほしいなっていうふうに思います。はい、ということで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。